はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？はい、よかったね。今日柴崎はね、ほら、カエルの声が聞こえてます。ねえ、桜の花も咲いて、菜の花も咲いてます。もう春ですね。今日はね、柴崎が生まれ育った、千葉県の中ほどにあるね、地元のいすみ鉄道に来てます。ねえ、柴崎は高校生の頃乗った懐かしい気動車ですね。今日はこの風景を描いてみたいと思います。さあ、どうなるかな？では、ゆっくりご覧くださいね。はい。さあ、じゃあね、書く用意をしますよ。ね、こう水彩画っていうのは外にスケッチ行く時も道具がね、もう簡単っていうか少なくていいですね。はい、よろしくね。はい、これが、水彩専用のイーゼルですね。これ角度を自由にね調整できるんですよ。じゃあ描いてみます。まずどこに何を描くかちょっとね配置を決めますね。こんな感じかな。ね、ここにこの気動車を配置してと。気動車は、基本的に箱ですからね、そんなに形間違いないのかなと思いますけども、人物もちょっと加えます。さあ、じゃあ塗りますね。しばらくこの幅広い平筆でね塗っていきますよ。見ててくださいね。まだ桜がね満開じゃないんですけども、イメージでねお花いっぱい咲かせますからね。はい、できるだけ楽しい絵の方がいいですもんね。まずいつもの通りウエットでこんな感じです。はい、これが今日のテーマのね、柴崎がいつも乗っていた気動車ですよ。ではそこを塗ります。はい、まずこんな色からですね。この気動車ね、車体下の方のなんていうんだ、帯になってるね赤オレンジがとっても印象的でしょ。これです。ほらね、もうここを思い切ってこういう時ってのは鮮やかな色を使った方がいいんですね。こちらの花の感じも鮮やかなイエローです。はい、こんな感じかな。屋根の部分も実際よりもちょっとカラフルにですね。そして、もう春ですので、緑の草もね燃え出てきましたので、そのような色。そしてここの線路はね、もういつも電車じゃないな、気動車が通ってるからね、この鉄サビ色ですね。はい、そして、青空。それぞれの固有色を大きな平筆でまず今載せてます。はい、桜の木の間から見えるね、遠くの山を暗く描きましたよ。はい、こういうところはね絵をよく、描かないとねわからないところですよね。柴崎もね窓のこの気動車の窓がこんな風になってるってのは今描きながら発見してます。そういう点でやっぱり絵を描くっていうのはものを知るっていうことになりますよね。はい、さあ、きっとこういう乗り物にね詳しい人ってのはもう何でも分かってるんだと思うけど、柴崎は高校生の時はこれがお世話になっていたけどもね、絵を描くまではそんなに詳しく見たわけじゃないので、今改めて観察しながらこういうね描いてますよ。でもかといってね、あんまり詳しく描きすぎるっていうのもね、絵としては考えもんですね。少し省略気味に表現するってことも必要かもわかりません。何よりもこの車体のねこの色のね赤い鮮やかな色ですよね。これが命かなと思います。はい、ではこの気動車のこの下の部分ですね。
これになんかこう接続機みたいなもんかな、それからなんかいろいろあるんですよね。で手前に菜の花が咲いてます。これ全部ウェットイメットで色をのせてですね。でまたこう薄く色を少しかけて立体感を強めました。はい。ね、だから窓もこの程度かな。あんまりきっちり描かない方がいいかなと思いますね。まあ描きすぎないっていうのが絵描くのは一番難しいんだけどね。まあそれね時々描きながらちょっとこう自分の絵を振り返ってみるってことが大事ですよね。でやるとつい細かく描いちゃいますからね。はい。これは向こう側のホーム。そして今咲きかけのソメイヨシノですね。はい。でも今日は満開の桜にしようと思ってます。はい。今度はちょっと筆を持ち替えましたね。で、柴崎いつも桜描くときはそうなんですけど、実際の桜よりもちょっと色を強めに描いてます。はい。色をはっきりさせるっていうのはやっぱりね大事ですね。こんな感じかな、ここは。そして線路ですね。線路も長い間ここねこの気動車が走ってますから、やっぱ鉄サビ色になってるんですよね。それをこういろいろ色を重ねて複雑な、楽しい色の変化にしています。これ枕木ですね。この駅の構内っていうのはとっても楽しいんですよね。でも大都会の鉄道なんていうのはなかなかそばで描くことできないですよね。この柴崎の田舎でなんかであればこそこうやってゆっくりとこれを観察しながら描けます。はい、とてもありがたいですね。では手前の草むらではないんだけどそこら辺に色を入れますね。手前とってもこう広く画面の中に取り入れてるでしょ。ここは大事なところですね。この気動車を大きく描きたいっていう気持ちもね、そういう気持ちの方もあると思うんですけども、全景をね広く撮ってみるっていうのが大事なことなんですよ。でこの広い全景を通してですね、この描きたい気動車に目が向くというね視線の導入という方向で役立てるんですね。はい。ではソメイヨシノの桜の幹や枝をちょっと描きますね。はい、こんな感じかな。そして人物ですね。もう今から何十年前かな、柴崎高校生の時ね、隣町、春ですね。ほら菜の花いっぱい咲いてます。話の途中になっちゃうけど、次これですね。これ正式名は何ていうのかな。柴崎はどこでこれマネギと言ってるんですけど正しいのかな。昔からマネギと言ってましたけどね、鉄道詳しい方教えてください。はい。で柴崎もね高校生の時ねこの気動車に乗って隣町の高校にね通ってたんですけど、当時からなんかね2両編成、前の電車は女学生、後ろの電車は男子高校生ってみたいななんか暗黙のうちにそんな分かれてましたね。面白かったな。はい。さあねそうこううちに桜がいっぱい咲いてきましたよ。はい。もうとにかく、全体に絵ってのはその雰囲気が大事ですから、なんかいろいろ書くことはあったとしてもあまりこう微細に説明しすぎないってことも大事ですね。はい。柴崎通称マネギンも書いたし窓も書いてですね。さあこれどうかな。結構細かく柴崎なりには書いたつもりですけども、はいね、懐かしい思い出です。はい。
これで出来上がりですね。はい。はい。ね。書き上げました。いすみ鉄道の懐かしい気動車。そして春の風景でしたよ。どうだったかな？ね。楽しんでもらえたら嬉しいです。また次回ね、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。それまで元気にね、過ごしてください。はい。どうもありがとう。